ジェームズのティータイムへようこそ。今日もティータイムを一緒に楽しみましょう。今日はイギリス料理って本当にまずいのか、イギリス人の私が正直に答えるという企画です。では、よろしくお願いします。日本人と出会ってイギリス人ですって言ったら 50% ぐらいの確率でイギリス料理って本当にまずいですかと聞かれます。そして私は日本で就活をしていたんですけど、実は面接で聞かれたこともあります。想像してみてください。あなたは面接のために自己 PR だの学蓄だの強み弱み志望動機大切な価値観などを準備しています。そしていよいよ面接の日が来ます。体が小刻みに震えるぐらい緊張してます。うわっ、志望動機思い出せるのかな。そして面接に入ります。失礼します。メレディス・ジェームズと申します。本日よろしくお願いいたします。そして聞かれる。日本料理って本当にまずいですか？なんかネットで聞いたんですけど気になっててしょうがないんです。私は何のためにあんなに準備してたんだろうと思うんでしょう。まあでもやっぱりそれぐらい日本人が気になっていることなので、私は今日答えたいと思います。私はイギリス料理が決してまずいとかは思いません。しかし、正直に言いますと、時々イギリス料理を食べていて味がちょっと薄いなと思う時はあります。そして、できるだけ公平に言いたいんですけど、イギリス料理は日本料理ほど発達していない部分が確かにあるかもしれないと私は思います。しかし、それはしょうがないんじゃないですか。だって日本料理は、よく世界一とかだというふうに言うんじゃないですか。その世界一の料理かもしれない日本料理をイギリス料理に比べて、さすがにイギリス料理はちょっと良くなく見えるかもしれません。しかしそれはどこの料理にだって比べてもそうじゃないですか。だって日本料理をドイツ料理とかカフスタン料理とかスウェーデン料理とかに比べてもそれらの料理は少しだけ劣等品に見えるかもしれないんじゃないですか。そういうもんだと私は思います。そしてイギリス料理はもちろん美味しくない料理もあると思います。しかしどこの料理だってそうですよね。日本料理だって納豆のような料理は日本人でも好き嫌いはっきり分けられるし、外国人は日本料理の生魚、生卵、生肉などの生なものが苦手な人が多いでしょう。私は好きですけどね。なのでイギリス料理は確かに少し美味しくない料理もあると思います。しかし美味しいイギリス料理、日本人が知らない美味しいイギリス料理がいっぱいあるので、今日はその美味しいイギリス料理を思いっきりイギリス人としてアピールしたいと思います。でもまず、その前に言っておきたいことがあります。この動画を作る前に日本人が作ったまずいイギリス料理についての他の動画を見て少しリサーチしてみました。必ず紹介される料理が2つあります。はい。ジェリーイールズとスターゲージパイですね。誰も食べないんですよ。本当に。私は食べたことがないどころか、イギリスに20年間も住んで見たこともないんですよ。なので、これは一般的に食べられてるイギリス料理ですよっていう風に紹介されちゃ、イギリス人として正直困るんですよ。このスターゲイジパイに関しては、イギリスのコーンウォール州にあるマウゾという人口500人しかいない村で、トンボーコックスイーブというお祭りの日にしか食べられない特別料理なんですよ。イギリス料理じゃイギリス料理かもしれないんですが、みんな
毎週の土曜日に食べているというわけではないんですよね。なので、本当に食べられているイギリス料理を今日紹介したいと思います。まずはサンデーローストでしょう。これはイギリスの代表的な料理です。伝統的な料理で毎週の日曜日に昼食か夕食に食べます。ローストした牛肉か豚肉、鶏肉などのメインとローストポテト、ヨークシャープディング、季節の野菜を添えた豪華な一皿です。起源は16世紀に遡り、日曜日に教会に行った後、家族が集まり、みんな豪華な食事を楽しむ習慣から生まれました。今ではパブや家庭で親しまれる国民的な料理です。この2つの写真なんですけど、左は家庭料理式のサンデーローストで、右はパブで食べるようなちょっとおしゃれなサンデーローストです。で、実はこの左の写真なんですけれども、私の姉が作ったサンデーローストです。姉は料理がとても上手で、インスタでフードブログもやっています。イギリス人は普段何を食べているのかなどが気になったら、ぜひフォローしてみてね。そして私は個人的に好きな料理なんですけど、ステーキ&エールパイも紹介したいと思います。ステーキ&エールパイは柔らかく煮込んだ牛肉と濃厚なエールビールで作るグレイビーソースを外がカリッカリ、中がふわふわのパイ生地で包んだイギリスの定番料理です。ステーキ&エールパイのようなパイは中世から存在し、特に19世紀の産業革命とともに労働者に愛されるファストフードとして発展しました。寒い季節にぴったりの温かく満足感のある一品で、イギリスのパイ文化を代表する味だと思います。現代においてはマッシュポテトかポテトとグリーンピースのような野菜と食べるのが一般的です。エールの味が少し特徴的だったりするので、ビールが好きだったらおすすめなんです。ビールがあんまり好きじゃなかったら、鶏肉とリーキ、鶏肉とマッシュルーム、ステーキとキドニーなどと、イギリスには様々なパイの種類がありますので、機会があったらぜひ違う種類のパイを食べてみてください。次は朝ごはんですね。All Day English Breakfast。私は朝ごはんを食べない派なんですけど、イギリス料理といえば朝ごはんはイングリッシュブレックファストは欠かせないでしょう。イングリッシュブレックファストは目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、ベークトビーンズ、トマト、マッシュルーム、トースト。勇気のある人にはブラックプディングなどが盛られたボリューム満点の朝食です。産業革命時代に労働者の栄養補給のために広まりました。現在では朝食に限らずカフェやパブで一日中楽しめるオールデイブレックファーストとして人気を集めています。なので私みたいに朝からたくさん食べるのがちょっと苦手だなと思う人も満足して昼ご飯として食べれます。次に紹介したいのは軽食のスコッチエッグです。スコッチエッグはゆで卵を特別なソーセージミートで包み、パン粉をまぶして揚げた軽食です。パブではスターターとしてよく見かけます。発祥には議論があるんですが、18世紀にロンドンの高級食料品店、フォートナム&メイソンが旅のお供として考案したと言われています。はい、スコッチエッグと言うけど、スコットランド発祥ではないんですよね。ややこしいです。ピクニックや弁当の定番でもあり、サクサクの衣とジューシーな肉、卵の組み合わせが魅力的だと思います。割とボリュームがあるので、小食の人は1個だけで割とお腹いっぱいになれると思います。チーズの国といえばどこを思い浮かべますか？多くの日本人はやっぱりイタリアやフランスを思い浮かべるでしょう。フランスとイタリアは確かにチーズの国だと思います。しかし、この動画でイギリスもチーズの国だよっていうのを伝えたいです。イギリスにはなんと500種類以上のチーズもあり、
チェダー、ステルトン、レッドレスター、コーニッシュヨーグ、ウェンズリーデルなどが有名でしょう。特にチェダーチーズはイギリスのサマーセット州のチェダーという町が発祥地で、12世紀から作られており、世界中で日本でも親しまれています。しかし、本場のチェダーはもっと濃くて、味が少し違います。イギリスでは食後に塩漬け肉、クラッカー、ブドウ、ワインなどをチーズとともに楽しむチーズボールの文化があって、様々な味と食感のチーズを堪能できる贅沢な料理です。チーズ好きはイギリスで十分楽しめると思います。実はこのチーズボードも姉が作ったやつです。めっちゃ美味しくて本当にすごいなと思います。今日はいろんなイギリス料理を紹介したんですけど、皆さんはいかがだったんでしょうか？美味しそうだなと思った料理ありましたか？イギリスに行く機会があったら、ぜひ自分で食べてみて、自分の意見をしっかりと持ってください。イギリス料理は本当にまずいのかっていうのをシリーズにしたいと思っていて、今度はイギリスのスイーツについての動画や、イギリスで食べられているインド料理についての動画を作りたいと思っています。もし気になったら、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。もしこの動画についての感想があったら、あるいは提案とかあったら、ぜひコメント欄でお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。